どうも皆さんこんにちは。今日はこちらのマイクです。ゼンハイザーの MKE200 です。これね、カメラだけじゃなくってスマホにも使えるんですよ。で、最初に言ってしまうんですけれども、このマイクの第一印象すごく良かったです。今日は全編このマイクを使って収録していくので、サンプル音声として聞いていただけたらなと思います。製品リンクはこの動画の説明欄に載せておきます。今はこれ私、室内で定位置で撮影をしていて、マイクも好きなところに配置できるので、口元に近いところに置いているんですけれども、マイクに付属してくるケーブルだけだと短いので、延長ケーブルも合わせて使っています。マイク初心者の方の中には、こういうマイクってカメラの上に載せておけばいいんじゃないのって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、マイクってね、収録したい音の近くに置いた方がクリアな音が拾えます。なのでマイクを好きなところに置ける環境にある場合は、なるべく音源の近くに設置することをお勧めします。それではマイクの外観から見ていきます。めちゃめちゃ小型、軽量です。マイク本体は 47g です。デザインもとってもかっこいいですよね。ここにコールドシューがついていて、このままカメラに載せて使うこともできます。マイクの前側にオーディオケーブルの差し込み口があります。この前側にあるっていうのがとってもいいんですよ。要はケーブルが後ろ側にあると差し込み口が出っ張ってくるので、それがおでこに当たってしまってファインダーを覗きにくくなったり、カメラのモニターにケーブルが重なって邪魔になったりするんですけど、これはそういうことがないです。ケーブルが前にあるとレンズのリング操作がしにくくなるんじゃないっていう方、こんな風にケーブルのコイル部分だけを後ろに持ってきてしまえば問題ないです。で、これスーパーカーディオイド指向性マイクです。要は前からの音はクリアによく拾うけど、マイクの後ろ側から聞こえる音声はあんまりクリアに拾わないっていう感じです。後ほどマイクの前から喋った時と後ろから喋った時の音をね、ちょっと聞き比べてみたいと思います。で、外観からはわからないんですけど、このマイクの構造の中にウィンドプロテクションとサスペンションマウントが内蔵されています。なので、ハンドリングノイズを最小限に抑えてくれます。それからプラグインパワータイプのマイクなので、電池とか充電とかいらないです。カメラをケーブルでつないでカメラの電源を入れればすぐに使えます。それから付属品です。こちらケーブルが2種類ついてきます。このブルーもとってもかっこいいですよね。知っている人が見れば一目で、ゼンハイザー使ってるんだなってわかるっていうアイコンカラーみたいな感じでいいなと思いました。で、このケーブルの接続部分を見てもらうとわかるんですけど、黒いラインが2つ入っているものと3つ入っているものがあります。この黒いラインが2つ入っている方がカメラ接続用です。で、黒いラインが3つ入っているこちらがスマホとかモバイル機器接続用のケーブルです。これ間違って使うと音声収録できないので要注意です。あと、マイク本体とケーブルを接続するときにこのスクリュージャックで固定できます。ちなみに iPhone に接続予定の方、iPhone にはマイク差し込み口がないのでアダプターが必要です。数百円で買える安いものなんですけど、後ほどそれについてもお話しします。iPhone で撮った音声も後ほど聞いてもらおうと思います。あと、モフモフタイプのウィンドシールドがついてきます。このウィンドシールドが真っ黒っていうのがかっこよくて気に入りました。カメラと一体感が出ますよね。今このマイクをつなげているカメラはソニー α7 Mark III です。ちょっと今から富士フィルム XT3 とニコン Z50 つないで音声聞いてみたいと思います。これ XT3 で撮影してます。音声どうでしょうか？音声どうでしょうか？ XT3 を使ってます。音声どうでしょうか？音声どうでしょうか？ XT3 使ってます。音声どうでしょうか？今これニコン Z50 で音声撮ってます。ニコン Z50 の音声です。ニコン Z50 の音声です。どうでしょうか？音声どうでしょうか？ニコン Z50 の音声です。つなげるカメラによって音の質感がやや変わってくるんですけれども、どれもクリアないい感じですよね。今日は基本的には α7 III で収録していきます。今これ私が喋ってる音声を聞いてもらってるんですけど、声以外の音を収録したいっていう方もいらっしゃると思います。ということで今からね、ちょっとした生活音を収録してみます。
で、次はマイクの前から喋った時と後ろから喋った時の音を聞き比べてみようと思います。今これマイクの正面に向かって喋ってます。マイクの正面に向かって喋ってます。音声ね、すごく綺麗に撮れてると思います。で、今からマイクをちょっと反対向きに変えます。今これ向きを変えました。マイクの後ろ側に向かって喋ってます。マイクの後ろ側に向かって喋ってます。音声どうでしょうか？音声どうでしょうか？マイクの後ろ側に向かって喋ってます。音声どうでしょうか？ちなみに今これマイクを横向きにして乗せてみました。音声どうでしょうか？音声どうでしょうか？マイクの横に向かって喋ってます。マイクの横に向かって喋ってます。音声どうでしょうか？音声どうでしょうか？で、次は屋外で使った場合の音声を聞いてみます。ちょっと今外で収録をしてみています。カメラの上にマイクを置いているので、だいたい私の口元からマイクまではそうですね、4、50センチぐらいかな。4、50センチはあると思います。音声どうでしょうか？音声どうでしょうか？今ね、ちょっとこうマスクもしているし、そんな特に大きな声で喋っているわけでもないんですけれども、音声どんな感じで拾ってますでしょうか？さて次は iPhone で収録しています。音声どうでしょうか？音声どうでしょうか？これもさっきと同じで、私の口元から、マイクまではだいたいそうですね、やっぱり4、50センチぐらいになってます。音声どうでしょうか？音声どうでしょうか？今周りなんだろう、そんな車が通っているわけでもなく、風が吹いているわけでもなく、静かな環境ではあると思うんですけど、音声どうでしょうか？なんかね、ちょっとモーター音っぽいのは鳴ってる。どうだろう？音声どうでしょうか？音声どうでしょうか？iPhone に接続するのにアダプターが2つ必要になります。どちらも Amazon で数百円で売っています。リンクは動画説明欄に載せておきます。で、価格と品質のバランスっていうのも大切なので、ちょっとね、これ資料を見てみたんですけど、ちなみにね、これまだ発売前の時点で私使わせてもらっています。で、その資料の中に販売価格書いてなかったので、まだ正式な価格わからないんですよ。なので、ちょっとアメリカのサイトで見てみたんですけど、100ドル前後で販売されていました。後ほど製品リンクをこの動画の説明欄に書いておくので、価格知りたい方、そちらでチェックしてみてください。これさすが有名メーカーの作るマイクということで、音質は今聞いていただいた通りとってもいいです。ゼンハイザーのマイク、私これの他にワイヤレスのラベリアマイク、ピンマイクですね、それを使っているんですけれども、共通しているのが音質がとてもナチュラルというところです。どうしてもマイクを通すと大なり小なりデジタルっぽい音質に変わってしまうマイクが多い中、ゼンハイザーのマイクは自分の声をそのまま耳で聞いているかのようなとっても自然な音質です。外観のデザインもすごくかっこいいですよね。プラグインパワー方式なので接続はとてもシンプルだし、コンパクトなサイズで軽量、それからカメラにもスマホにも両方使えるっていう、本当火の打ちどころがない製品だと思います。最近は YouTube に限らず SNS に動画を投稿しているっていう方も多いと思います。音声の改善を目指しているっていう方、このマイクね、すごくいいのでおすすめです。さて、今日はここまでです。動画の内容を気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。